そうだよ。今回の相手側のヒルクライムの代表は渡さんなんだ。ということはまさかかずみちゃん。俺だよ俺、かずみちゃん。あ、いつきくん。久しぶりだね、かずみちゃん。いつきくん、なんか大人っぽくなったよね。かずみちゃんこそ、そうだ、10周年おめでとう。あのドレス素敵だったよ。それ違うやつだし、触れないでくれるかな。8500回全 M に組み替えたのか。まあな、 T 社を抜いて MM ダッシュユニットを組み込んだだけなんだがな。コンピューター任せの 3VF インバータと違って開示チョッパのダイレクトなレスポンスは抵抗制御に近いからな。近いってかそのままだけど、普通に走るだけなら 3VF の方が優れてるが、中高速コーナーとアップダウンが連続する田園都市線でのバトル、しかもこの雨ならドンピシャにはまるぜ。そのつもりでかかってこいよな。なるほど、そうこなくちゃな。こっちはインバーター使いの真髄を見せてやるだけだ。けどよ、俺たちの因縁ってこんなに引っ張るようなもんなのか。一度バトルしただけだしな。それだってお前が見かけで待ち伏せてなし崩しにバトルになっただけだしな。園田で変な顔のやつの阪神9000に突っ込んで、お前の兄貴も足したら2万とかわけがわからんし。っていうか、なんで俺絡まれたんだっけ。結局あれ何だったんだ。始めようぜ。圭介、お前の課題は先週からのセットだ。分かってるな。効果測定にはおあつらい向きの起動コンディションだぜ。分かってるって。まあ見ててくれよ兄貴。よし。ところでさっきのカウント早く。まもなく黄色い海域が発射いたします。黄色い線の内側までお下がりください。バトル。それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1。ああ、やれやれ。8200と互角にダッシュするなんて、渡さんの8500すげえや。俺の4051も全然ありだけど桁違いだよ。そりゃそうだろ。神戸電鉄で月くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたい。ほとんど同じ車だからなおさらよね。そんな時に東急のいとこに誘われて、会社予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね、兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズは GO プリンセスだっけ。新しい出発でふさわしいタイプですよね。ほんとやめてくんないから聞いてねえし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能が高い 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だがこの雨か。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全員編成が田園都市線にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったんだ。バック勝っていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。そうなの。ひょっとして書生避難鑑別士免許。違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで、そいつ偽物よ。
今どこだ？そうか、サンキュー。二子玉川揃って通過したところだ。二人張り付かれてるらしい。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな。そうしたってこの雨の中で渡るの8500についていくのは並大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったけど、マスコン操作が本当にうまい相手だぜ。このバトルもつれるかもしれないな。だけど長引けば長引くほど渡るにとっては有利なんだ。圭介さん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな？独特の駆動主元動機も乾燥してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや2000回のからくりを見破ったのもこいつだったんだ。田園都市戦でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだぞ。こいつは厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーに踏み切れて自滅するぜ。高速不電動機は濡れた軌道は難しい。いいしてやがるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ8500回。8500回全 M 編成の投反力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですそういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味がない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるんだ。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですいや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぜ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体分かった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたマスコンワークの特訓が役に立って少しの我慢とあいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。そんなにこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。すんなり逃がすかよ。
立ち上がりで並ばれただと藤ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてくるの。ああ、勾配では知ったけど藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのよくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。そうだ、これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレートブレーキングで決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われてもな。自分ではよくわからないんですよ。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというならプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけですよ。そうか、やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんでな。何かヒントになることは何かと思ってる。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいという気持ちもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ。完全に釣られた。あの速度で突っ込む気か。マジかよ。止まれるのかよ。おう、これどうなるんだ？俺に聞かれても。ちょっと電話してみろ。ああ、何やってんだ。早く結果を教えてくれよ。どうした？何かあったのか？いや、それが。これを見てくれ。ああ、